結局、葛田課長はお咎めなしなんですか？そうだね。戒告処分だけで終わっちゃったね。戒告処分って、こら、ダメだぞ。はい、ごめんなさい。ってやつですよね。上の方からそれくらいが妥当だろうと強く言われたみたい。まあ、前みたいなことはなく、ほぼ定時で帰れているから、いいですけど、すっきりはしないですね。なんか黒幕がいそうな感じはするけどね。そういえば、部署に短時間の契約社員が入ったんですよ。ああ、業務補助の短時間の人ね。おとなしくん、今日のタスクはこれね。今日中に終わらせろよ。こんなに？君は正社員になりたいんだろう。じゃあ、たくさん仕事をして実績作らないと。おとなしさん、勤務時間は15時までじゃないの？はい、そうです。一日のタスク多すぎない？本当は正社員での採用を希望したんですが、短時間の契約社員の枠しかないってことだったんです。そうしたら、葛田課長にたくさん仕事をやって実績作れば正社員に登用できると言われたので、頑張るぞって感じです。確か、桜山さんは業務補助で採用と言っていたはず。また葛田課長の悪巧みかな。桜山さん、先日話していた短時間の契約社員のことですが、正社員になりたかったら、たくさん仕事をして実績作らないと正社員になれないと言って、連日18時まで勤務させているようです。業務補助といって時間単価を低くしておいて正社員と同様の勤務をさせてるってことね。葛田課長、総務部まで今すぐ来てください。短時間の契約社員は業務補助としての採用でしたよね。それはそうだが、どうしてお前なんかにそんなことを聞かれないといけないんだ。あら、私は今月1日付で労務課長に就任しましたので、お前呼ばわりされる筋合いはないんですけど。さて、本題に戻りますが、業務補助として採用された短時間の契約社員に対して正社員になるためと偽って正社員と同様の業務を行わせていますね。業務の実績を積んだ後に正社員に登用すれば問題ないだろう。採用条件としては業務補助としての待遇となるため、正社員と同様の勤務をすることはできません。じゃあ、時間単価を正社員と同じにすればいいんだろう。同一労働同一賃金とは、時間単価だけでなく全ての手当や賞与を含む賃金、福利厚生、退職金などあらゆる待遇が同じとならなければいけません。業務内容及び労働時間についても正社員と同様の業務についていますので、直ちに正社員登用申請を提出してください。別に何も変えずに今のままでいいだろう。そうですか。では労働基準監督署に連絡して説明してもらいましょうか。そうなれば社長や業務部長も一緒に指導していただくこととなりますが、よろしいですか？正社員にすればいいんだろう。それと契約の休憩時間は30分となっていますが、勤務延長をして6時間を超える場合は15分追加して合計45分、8時間を超える場合はさらに15分追加して合計1時間の休憩を与えていましたか？休憩時間なんて与えたことにしておけばいいだろう。悪質ですね。労働条件の不一致と休憩を与えていなかったことに関しては総務部長宛てに顛末書を提出してください。多分戒告処分だろうけど、また懲戒処分となって俺は本当に大丈夫なのか。こちらは休憩を取得していなかった時間に対する賃金を再計算します。今度こそ葛田課長は戒告処分では済まされないですよね。あれは葛田課長が考えたことではないと思うから、またお決まりの戒告処分でしょう。じゃあまた何か悪巧みを考えるんですね。そうなるだろうね。根本を正さないと変わらないだろうね。また悪巧みを考えてきたら潰すだけだけどね。最後までご視聴
ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。